厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今回は日本を代表する作曲家の一人、吉松隆さんにインタビューをしてきました。吉松隆さんはほぼ独学で作曲を学び、1981年に時に寄せる愛歌でデビュー。以降、国内外のさまざまなアーティストの心を揺さぶる美しい曲をたくさん生み出してこられた作曲家です。今流れているこちらの曲、メモフローラも私の大好きな曲の一つです。本当に美しいですよね。なんと今日は贅沢に吉松隆さんの音楽を BGM に流しながら、吉松隆さんの作曲家になった経緯やクラシック音楽についての考え方などをお話しいただいたインタビューの様子をお届けします。それでは早速いきましょう。早速ですけれども、なぜ吉松先生はクラシックの作曲家になろうと思われたんですか？最初は僕は割とうちで理工科系、父親も通信の技師だったしということで、割と理工科系に進むつもりだったんですよ、中学生まで。中学3年の受験の時に、そろそろどこの大学行って何になるか考えなきゃならないっていうことを自体やってる時に、ひいじいさんが医者だからどっかの医学部に行くかなと思って受験勉強をしてて、で受験の時にも音楽の授業ってあるじゃないですか。で受験で邪魔なんだから音楽の授業なんかやめようって先生のとこに言いに行ったら、先生がやめるわけにいかないけど音楽でも聴いて受験のあれを癒せばいいって交響曲をかけてくれたんですよね。運命、未完成、田園、幻想、悲壮かな、新世界か並べて、多分部分的に聴かせてくれたんだけど、でその時交響曲っていう言葉がちょっと気になって、家に帰って父親にその交響曲というのを聞いてみたいんだけどってそれまで聞いたことがなかった。でそしたらクリスマスに運命未完成レコードを買ってくれて、で、父親もその昔アマチュアでフルートやってて、でオーケストラってアマチュアのフルートで吹いてた。それで楽譜持ってたんですよ、なぜか。それで聴いてる時にその運命と未完成の楽譜をスコアを持ってきて、こんなのがあるんだけどって見せてくれたのが運の月でね。でそれ見た途端にオーケストラの複雑な響きみたいなのが全部そのスコアっていうのに全部書かれてて、しかも100年とか200年ぐらい前に死んだ人間が書いたものがこうやって全て残ってるわけじゃないですか。でそれでなんか人生だか世界だかがそこに現れるっていうことにすごいショックを受けて、で今まで物理だったら数式とか公式とか理論とかっていうものが世界を理系の頭からするとそれが一番偉そうな思ったんだけど、それより面白いじゃないかと思って、その日の夜に私は交響曲を書こうと、作曲家になろうと思ったわけじゃなくて、やっぱり交響曲を書こうと思ったんですよね。そうなんですね。一晩にして。だから父親もその後になってから作曲家になるって言ったら、お前そんなことはやめろって散々言ったんだけど、あんたのせいだからねって言ってそれがきっかけで結局そういうふうな泥沼にはまっちゃったっていうことですね。そうなんですね。ただやっぱりなんで作曲家になったかっていうと非常に難しいんだけど、藤岡幸夫さんって一緒に指揮活動で一緒にされてる方ですね。原田慶太郎さんって最近は一緒に作品やってもらってる方ね。やっぱり今までそんなにクラシック音楽っていうのに惹かれなかったんだけど、ある時オペラのワンフレーズだか何かを聞いて、私は音楽をやりたいとやっぱ思ったっていう点では話と似てんだけど、彼らはその時に指揮者になろうと思ったんだって。で僕は指揮者になろうとか演奏家になろうって一度も思ったことがなくて、やっぱり最初から作曲だなと思った。だからそれはなんでだろうなってのはよくわかんないんですけどね。やっぱり性格によるんじゃないかな。なんか人前出てこうやるのダメなんですよ。そうなんですね。なんとなく裏で黒幕みたいにやってるのが今日大丈夫ですか？あんまりこういうとこ出てっていうのがね、あまり好きじゃない。昔ロックバンドやった時もやっぱりギターのやつとかってジャーンってやって目の前で出て、女の子にキャーキャー言われたいってことやるじゃない。僕はやっぱキーボードでね、後ろで曲を作ってこうやって静かに言ってで私は顔映さないでくださいみたいな、そういうのが好みだったですね。だから作曲家の性格なんじゃないかな。そこからどんな音楽家の方々に影響を受けてこられましたか？それから後って本当膨大にね、もう一日起きてる間全部そういう音楽のことだったし、まず交響曲書きたいったってオーケストラはどうなるか分かんないでしょ。それから楽譜の書き方っていうのも中学とか高校で教わってるぐらいしか知識がないわけだから、
まず図書館行って片っ端から音楽の本を借りてきて、オーケストレーションの本とか、楽天の本とか、それから家にあるじいさんも昔の本当にコロンビアの SP の時代の豚革でできたこんな大工が十何枚のみたいなっていうのを持っててね、それに大体付録で昔スコアついてたんですよ。それで珍しくシェーンベルクの弦楽演奏とかね、それからその大工もそうだし、それからショストコビッチの5番とかね、ドビュッシーの野草曲とか不思議なものがあってね、そのスコアとか音源をとにかく片っ端からかき集めて、それから大学高校に行く時に渋谷のヤマハもうなくなっちゃったんだけど、そこも毎日入り浸って片っ端からスコア立ち読みしてってっていう、順序立ててじゃなくてもう片っ端からみたいなね弾き方だったですね。そうですか。今の吉松先生の作風に影響を与えている音楽家っていうと、最初はねチャイコフスキーとシベリウスだったんですよ。ベートーベンみたいなものを今書くのは無理だろうっていうのはそれは最初から分かってたから。で一番近いのがまずチャイコフスキーのああいうちょっとメンタルなサウンドにで、しかもそのヨーロッパ風じゃないでしょ、ロシア風なああいう響きが好きで、それからすぐシベリウスの後期の交響曲にハマって、ちょうどカレアンがベルリンフィルで後期の交響曲を新しい録音で出してた頃なんですよ。それを高校の購買部とかなんかで買い込んで、6番7番とかタピオラっていうのにも浸水してね、こういう曲を書くんだと、自分の中で方向性として一番感じたのはシベリウスなんですよね。その時ってまだ高校生なんです。高校1年。ベートーベンに交響曲があるって初めて知って聞いてから半年ぐらいでもう学校一番でクラシックマニアになって、交響曲を作りたいっていうふうに志してから、実際に作曲家になるまでにどんなプロセスを経てきたんですか？音楽になる気はあんまりなかったんですよ。独学だったしね、高校の段階でもすでに音楽大学に行くっていう気はもう全然なくて。そうだったんですか。高校から上上がる時ってまず僕が目に入ったのは工学部なんですよ。それはなぜかとコンピューターがね、その頃すごく気になってて、当時はまだコンピューターって個人が持てるもんじゃなかったし、工学部のビル行ってもでかいのが1台あって小さな卓上計算機みたいなのがあるっていうぐらいだったんだけど、それに触るには工学部入らなきゃならないでしょ。で絶対これは音楽に重要なものになると思ってたんですよ。で音大に入って音楽勉強するよ、工学部入ってコンピューターに触りたいっていうのが第一で、大学は工学部行ったんだけど、工学部の勉強をしながら音楽をやるほど両方甘くないのでそれで結局入って1年でもう辞めちゃって、休学して、それからあと自分で独学でオーケストラ書いたのをそこら中の音楽コンクールに出してっていうのを始めたんだけど、見事に全部起こってね、一度も全く何も引っかかんなかったですね。逆に自分で不思議なぐらいね。だから最初にその時書いて「いやあなた才能がある」って言われて、もし賞かなんか取ったら多分作曲家になってなかったかもしれないんだけど、そうですか。もう出しても落っことされてね、それで途中でやめなきゃいけないじゃないっていう、そういう競馬なんかで負けが込むのと同じパターンね。もうここまで投資したんだから今更抜けられないって泥沼でどんどんこうかけていくみたいな、そういう感じで結局トータル10何回20何回起こって一度も結局通らずね。でデビューした時もオーケストラの曲と、それから「時の世来」があってデビュー曲もそうなんだけど、あれもコンクールで、一応予選は通って音にはしてくれたんだけど、最下位で落選してね。そうなんですね。全然何にも引っかかんなかったんで、作曲家になったっていう気はもういまだに全然してないですよ。そうなんですか。でしかもねデビューして、今まで40年間作曲やってるけど、書いた曲で賞をもらったりなんか肩書きがついたものって一個もないのね。なんかやっぱりね相当恨まれてるのかな。変な独学で好き勝手やってるからねなんかそれはもうひしひしと感じましたね。なんか俺はやっちゃいけないことやってんだなと。でも今はもう法人作曲家の曲を取り上げるとなったらやっぱり一番に吉松先生のお名前上がってくると思うんですけど、演奏家には割と好まれてるなっていうのは昔から割とあったんですよね。曲書いてくれって頼まれたり、それから再演してくれたりっていうのは結構機会があったんで。ただやっぱり評論とか審査される場になるとなんかダメみたいね。面白いですね。今も少しお伺いしましたけれども、作曲家としての苦労ってどんな時に感じますか？苦労っ
っていうのも感じたことないというのは初めからなんとかなると思ってなかったからね。いやこういう言い方すると若いこれからやるっていう作曲家によくないんだけど、成功すると1ミリも思ってなかった。ショパンとかモーツァルトなんかもそうだけど、成功したってあれぐらいの天才でもね、社会的にはろくに認められずに若死にしちゃうわけじゃない。俺なんかはそんなさ50、60生きて残るわけないと思ってて、で一個だけいいなと思える曲が書ける。でもし余裕があれば高級曲1曲だけ書いてから死にたいなっていうぐらいしかなかったの。理想とするものが。だからよくね作曲家になりたいんですけど、特にクラシックの作曲家になりたいんですけど、高校の先生にも言われたし父親にも言われたし、お前そんなことやって家族養えるのか食っていけるのかって散々、最初に言われるんだけど、家族持つ気はない、食うつもりもないなんか結局ね、なんだろう、よく清水の舞台から飛び降りるって言うけど、もう死んでやるっていう感じなんですよ、やることがね。だから怖いもの全然ないわけ。そうですか、これやったら干されるとか、これやっちゃまずいんだろうなとかって、まずあるし、それから助かろうと思うからなんかやっぱり逃げ道考えるでしょ。全然助かる気なかったからねだからそれで周りの、ね、先輩方からねふてぶてしいって言われるわけですよ。そうなんですね。だって独学で何の学問もないし賞も何も取ってないのに好き勝手に古曲書いたりさ好き勝手に曲書くわけじゃない。なんかそれで嫌われてるのかなという感じはしましたよね。基本的にこっちがそういう意味で生活する気も生き残る気もないっていうのが多分根本のその強さかな。だから自分に才能があるとかね、親は大金持ちであるとか、そういうバッグがあれば安心して前に行くけど、それがあるわけじゃないわけだから、かっこよく言えば死ぬ気でやるってことだけど、だからこういうとこに70近くの出て若い演奏家がやってくれるなんて本当に1ミリも考えてなかった。もともとは交響曲1曲でも書けたらなって思って。そうなんですよ。だからバチ当たるでしょ、技術も書いてでもそういうふうに思っていたところから実際はもういろんな演奏家の方に吉松作品が愛されるっていう状態になってると思いますけど、これ何が決め手だったんでしょうね。まず自分で聴いていいなと思う曲しか書かなかったから、で僕がいいと思うんだったら多分いろんな人もいいだろうとっていうぐらいの感覚しかないんですよ。もともと最初にシベリスとかチャイコフスキーがいいなと思った初めでもね、結局現代で1970年代80年代ぐらいにデビューするとなると、みんな現代音楽なのね。で無調でっていう枠の中で曲を書いたり発表したりしなきゃなんないっていうのがあったんだけど、それに完全に背向けちゃったわけだから、確かに可愛くなかったんだろうなと思うんだけどちょっとここで現代楽の音楽の話になりますけど、60年代までは本当に面白かったの、現代楽って。戦争終わってうるさい大人いないでしょ、もう死んじゃってるから。そんで30代ぐらいのがもう新しい電子音とかテープ音楽とかいろんなものが出てきて、それを好き勝手に扱えるっていう時代があってね。でシュトカーゼンとかケージとかロンドンの竹光さんとか前泉さんとか、もういろんな才能が30代ぐらいで出てきて、もう本当にね好き勝手にいろんなことやってたのね。でそれ本当に面白かったんですよ。現代楽ってちょっと全般の話ですと長くなるけど、基本調整がない音楽なのね。調整がない音楽っていうのは、ちょっと普通の人からするとなんでそんなことをするのって思われるかもしれないけど、調整とかメロディーがある限りはやっぱりドイツ音楽ってドイツ風だし、イタリア音楽はイタリア風にならざるを得ないでしょ。メロディー聴けばこれロシア風だなとかイタリア風だなってなっちゃうから、でそこに例えば日本人とかベトナム人とか中国人とかっていうのが出てきて新しい音楽を作るっていう隙間がなかったわけですよ。だけど完全に無調になっちゃったらね、もう国籍問わずでしょ、年齢問わずでしょ。だから日本人だろうと、男性でも女性でもどんな人種でも新しい音楽にトライできるっていう点ですごい自由な世界だ。でしかもメロディーなんか変わってもハーモニーなんか全然知らなくても勝手なことができるっていう点ですごい自由だった。で実際に60年代ってのはそういう好き勝手なものがたくさん出て、僕もそれに魅了されたんだけど、彼らあっという間に権威になっちゃったのね。でシュトカーゼンとか竹光徹さんなんか、出た時はもちろん20代30代なんだけど、70年の万博の時にね、かなり現代楽の特集みたいな風な万博だったんですよ。その時はもう完全に権威の頂点みたいなね、30代40代ぐらいなんだけどもう巨匠になってるわけですよ。で今度は偉すぎてね、
調整があったらもう現代音楽じゃないというそういう雰囲気が出ちゃって、逆に枠ができちゃって、枠がないから調整なんかなくてもいいじゃないだったのが、調整があったらもう現代音楽じゃないっていう風に途端になっちゃってね、10年ぐらいで。僕はそれが気に入らなくて、で調整っていうのがなかったらクラシック音楽の魅力ってほぼないと僕は思ってたからね。だから調整とかリズムとかメロディーとかハーモニーとかっていうものは過去を知った先に何かがないかっていうことをずっと考えてたわけですよね。今クラシック音楽の魅力っていう話がありましたけれども、先生が考えるクラシック音楽の魅力って何でしょう？クラシック音楽の魅力ってのはね、結局和声だと思うのね。もともとはね、それは何だか知らないけど、あるハーモニーからあるハーモニーに切って変わった途端なんかほろっと涙が出たり、なんか感激したりするじゃない。でそれなぜだか分かんないんだけど、作ってる側は全然その感動的に書いたわけでもないんだけど、例えばドミナントからトニカに行くとかね、そういうつまんないことでなんかドキッとするじゃないコード進行なんかでもね、あの魔術っていうのが楽譜にこう固定されてるのがクラシック音楽の基本だと思うんですよ。要するにこの和音とこの和音を組み合わせるとこういう風な構造になるっていうのをこう楽譜にできるっていうのがね、でそれは他の音楽のジャンルではなかったでしょ。メロディーとかリズムはもちろんクラシック音楽よりはるかに優れた民族音楽っていっぱいあるんだけど、そういうハーモニーの変化を記述するっていうそのハーモニーのテクニック本体とね、それからそれを楽譜として記述するっていうのが2つ合わさったっていうのはすごいことだと思った。要するに人類史上の大げさに言うと、その火とかそういうのに匹敵する人類の発明、最大の発明の一つじゃないかと大げさに言うと思ったわけ。面白い。だからそれの組み合わせでなんかこう音楽作ると宇宙が聞こえたり、それからなんか自然みたいな響きがしたり、それから恋愛感情みたいなのが生まれたりするわけでしょ。面白いなと思って、科学の薬品こうやって混ぜ合わせると何かが出るみたいな、やっぱり理系はそういうふうに考えるんだけど実際に恋愛して和音を作るっていうんじゃなくて、やっぱりこのハーモニーとこのハーモニーとこうやって組み合わせるとなんか知んないけど胸にキュンとくるなとか、そういう組み合わせの妙味っていうのはクラシックの、とにかく作曲する側のね面白さだと思う。今日はこちらにたくさんの資料を持ってきていただきましたけれども、すごいんですよ。スケッチもあるんですよね。これは交響曲3番のスケッチですね。どういうプロセスで吉松先生は作曲されてるんですか？人によって全部違うらしいんだけど、僕はやっぱり絵と同じで最初にデッサンして全体の構造をキャンバスの上に描いて、だんだん色を塗っていくっていう感じなんですけど、人によっては本当に頭の中で全体の構造を作ってスコアの1ページ目からねでででーんとかやって、さあ次どうしようかなっていう書き方する人もあるらしいんだけど、僕は最初に全体が何楽章あってどうやって始まってどうやって終わってどのぐらいの長さでっていうキャラクターを作って、だんだんその細かく細部やっていく感じなんですよ。だから初めに、まだパソコンなんかなかった頃はね、こうやって全部その鉛筆でデッサン書いてって、これが十何種類20何種類書くんですよ。書いてはもう一回その順番書いてみたり、こういう組み合わせでどうだろうとかっていうのを書いて書き直して、でこれは完全にまだ小説線とかないそれぞれの楽章だけなんだけど、でこれをピアノスコアみたいにねちゃんと表紙やって何小節でどのぐらいのってなるっていうのを作って、それからそれを今度、小さなオーケストラ編にして、でだんだんスコアにしていく。だから最終的にこういうのが十数冊、それからスコアみたいなサイズになるのが4、5冊ぐらい作っていって、ものすごい効率の悪い作り方なんですよね。そうなんですね。これが実際に出来上がった楽曲ですよね。これも手書きされてらっしゃるんですね。これはピアノの曲ですね。はい、こんな感じですね。これはねシャープペンで書いて、そしたらこれをそのコピーすれば割とそのまま見えるようなになるっていうもう時代になってからね、1990年代ぐらいかで、その前っていうのはまだコピーがそんなにちゃんとしてなくてね、ちゃんと黒いインクで書かないとまともなコピー取れないような時代は全部綿密に書いたんですよ。そのカムイチカプって話、この頃はまだそのギリギリコピー歩かないかぐらいの頃で、そうですね、しっかりと黒いインクで、これは全部黒いインクなんですよ。
これ手書きですか？手書きです。すごい。これはね、漫画の勉強してたのね、一時期ね。それで手塚治虫の漫画入門とは何だかってやらないのと、要するに下でこう鉛筆書きでデッサンみたいなの書くじゃない。それからセリフをこう入れてって小回りして、で最終的にペン入れっつってこう黒インクで塗って、ベタ塗ってっていうのをこういろいろ研究して、それで最初にその下書きを鉛筆で書いてから上にその黒インクで製図用のインクみたいなのでね書いてっていう形で書いたんですよ。いやもう楽譜が美術みたいな感じですこれ。すごい。これだからこのままその印刷とかそれから演奏する時にパートを作ったりする時にね、やっぱ手書きで本と渡して綺麗にはならないから、まず指揮者が見てくれないでしょ。ちゃんと書かないと。だからベートーベンの昔の楽譜なんかすごい汚い楽譜見たことあるでしょ。はい、あれが最終的じゃなくて、あれを楽譜屋に渡すと楽屋が書いてくれるから自分で全部清書する必要はなかったんですよね。母は奥さんが多分清書したし、そういう人がいればまあこれ買ったけど弟子さんにね、あと君これ清書してって言えるけど、僕は全部一人でやってたもんで。こういうのをちゃんとこう何回も書いてきれいに最終稿まで作ってたんですね。先生はこんな風に楽章をまず最初に作られるっていう風におっしゃいましたけれども、この楽章はどうやってよく降ってくるとか言いますけど、どうやって思いつくんですか？思いついてっていうのはあんまりなくて、やっぱりシンフォニー書くとかなんとかこう生涯にわたってあるんですよ。どういう曲を作っていきたいっていうのが。それで最初にシリーズって作った時もね、星とか鳥とかってこうシリーズがあったんだけど、最初に星っていうのは空でこうキラキラって光ってるだけで何も聞こえてこないっていうのがまず最初の生まれた瞬間の形だと思って、でそれがだんだんその透明な天使みたいな状況になって、それから実体を持つと鳥になって、でそれが地面に降りてくると動物になって、それが人間に進化して、あと地球とか大地みたいにっていうこういう進化の過程を勝手にこういうふうに作ってね、でその過程で今は鳥の時代だとか今は星の時代だとかっていうのでこう作ってたんですよ。そうなんですね。だから工芸曲もその最終的な形で、要するに人間の五体と同じにちゃんと4つの楽章があってね、人間と同じにこう頭があって喜怒哀楽があってってこう4つ5つって育った形にこう到達するっていうこう順番でやってて、でそれの3番目っていうで3番目に何をしようかと、そういう作り方だったんですよね。面白いです。全体のもうストーリーというか、歴史みたいなものがあるわけです。自分の曲のこう世界みたいな。でそれも実はその漫画の影響でね、その手塚治虫とか白土三平とかっていう作家のそういう世界観、いろんなタイプの作品書くんだけど、ある一貫した大きなストーリーの中に入ってるっていう、これだと思って。そうなんですか。手塚さんの火の鳥なんかもあるでしょ。あれもいろんな昔の過去の時代から未来の時代あるんだけど、やっぱり火の鳥っていうのを確認してこう一つの世界作ってるわけじゃないですか。で白土三平の忍者漫画の人なんだけど知らないでしょ。それもね子供の頃ハマったんだけど、いろんな徳川の時代とか昔の時代のいろんな忍者の話なんだけど、それぞれバラバラで主人公も違うんだけど、やっぱり一つの世界の中でこういろんな人が動いてるのが分かるんですよ。でそういう作り方っていうのは、正しいというか作家としてやっていくうちにね、それに随分影響されたっていうのは、だから曲はそれぞれ単発にポンとあるんじゃなくて、こういう流れの中でここの曲だっていうのは意識してましたよね。で競争曲っていうのは割とほら知らないで突然そのサクソフォンの曲書いてくれないとか、ギターの曲書いてくれないとかで、そういう時は大体こう動物のシリーズって動物の中でもケンタウロスとかオリオンとかその星座の名前つけながらなんかこうポジションをこう決めてキャラクター作っていくって感じ。コミックスのってあれじゃないけど、やっぱキャラクターっていうのがね、これは男の子だか女の子だか元気なんだか優しいんだかとか、そういうキャラクターがこう決まると割とそれでこう生まれてくるとか喋り出す感じはありますよね。吉松先生がクラシック音楽の作曲家に必要と思われることを教えていただきたいです。一般的に言うとね、作曲家になる条件ってとにかく早く書けること、たくさん書けること、次から次へとねっていうことをまず言われるんですよ。プロの作曲家になるんだったらね。でそうじゃないと、例えば音楽って映画音楽とかゲームのみんなそうなの、突然電話かかってきて明日までに何曲とかっていうのがほとんどでね、できませんって言ったらもうその時から仕事来なくなるから、とにかくやりますって片っ端から書く。でどれが好きですか、これとこれですかって選べるくらい書くっていうのが多分作曲家として、生き残る、もし才能っていうのがあるとしたらね、
だからそこでちょっと待ってください、3ヶ月ぐらい考えさせてくださいって言ったら、もうその瞬間で仕事なくなるからね。だけどそれも作曲家になれない理由ではないわけでしょ。立野泉さんってピアノの方がね、やっぱりそういう話を若い演奏家の方として、例えばピアニストとして何が必要ですか、どこでも寝られること、何でも食べられること先生才能はって言ったら、あればいいけど大したことないとかでそれはね、なんかある程度当たってる気がしてね、僕も、自分が才能があるから音楽やってるっていうふうに思ったことは全くなくて、やっぱり音楽の才能がないって思ってる方がこういろんなことをこう知ろうとするじゃないですか。よく言われるけど、選手としてはね、やっぱりそれ才能がある方が長嶋とか王とか成功するんだけど、監督とかもの作る側は失敗した選手が多いでしょ。成功しなかった選手の方が監督になれやすいんですよ。というのは、なぜ失敗したか分かってるから。自分にそういう才能が、もうちょっとランニングやればよかったなとか、もうちょっとこれを練習すればよかったなとかあるから、だからむしろそういう何かないって欠落したものを感じる方が、そういうなんかうまくやるのにいいんじゃないかなと僕は思うんだよね。だからやっぱり寄ってたかって、とにかくジャズでもロックでも水着の音楽でも目の前にあって面白いと思えば全部こう吸収してみたいとか勉強してみたいっつってやってきた方だから。先生は一日どんな風に過ごされてるんですか？最近はね、ほとんどやってませんけど14歳のさっきお話しした音楽に目覚めてから多分40年間45年間ぐらいはもう起きてる間ずっと音楽やってたよね。でしかもその映画見るとか本読むとか、その他に小説書いたりなんか漫画読んだりとか言ったなんだけど、全部やっぱりその音楽になんかこう吸収できないかっていうのがあって、それからいろんなジャンルの音楽もね、片っ端から聴いて何かこう取り込みたい。大体どんな音楽聴いても昔はいいなと思ったんですよね。でとにかく片っ端から吸収したいなと思って、で40数年目にパタッと止めましたね。そうなんですね。何かきっかけあったんですか？なんだろうね。やっぱり、年齢とかなんかあるんじゃないかな。作曲家として自分の作品をどんな風に聴いてほしいとかありますか？不遇な時代がなかったからね。人が自分の音楽を聴くっていう想像がほとんどできないままずっと来ててね。で、演奏家は必ずこう弾けばすぐ目の前に人がいてっていうので分かるんだけど、僕の場合その交響曲を書き出してから 7,8 年間は少なくとも音にならず、だから誰も聴いてもらえないで、コンクール出したら全部落とされるわけだから、その聴衆がいるっていう体験がないまま十数年間来たもんでね。でよく音楽の基本って神様に聴かせるもんだっていうわけですよね。お祭りでもそうなんだけど、聴衆はいっぱいお祭りで集まるんだけど、もともとその聴衆に聴いてもらおうと思ってお祭りやるわけじゃなくて、祇園祭りでもそうだけど、要するに神様に向かって聴いてもらうためにやってる。でなんか面白そうだなって周りに人が集まってるから集まってるだけなんですよ、観客っていうのは。だから聴衆もこういうと失礼かもしれないけど、僕はオーケストラでやるときに僕一人聴いたらいいんだけど、そうはいかないでしょ。1,000人のホール借り切って100人ぐらいのオーケストラで演奏してもらうんだから、だからしょうがないな、じゃあチケット売って1,000人ぐらいに聴いてもらおうかっていうのでお客さんは来てるけど、それを想定して書いてるわけじゃないから分かんないんですよ。いいねって言われてもなんかねって言われてもあんまり実感がないというかね、失礼な言い方なんですけど、清水の舞台ってさっき言ってたけど、清水の舞台ってあるでしょ。あれも舞台なのに客席がないでしょ。客席って空なんですよ、京都。そのあれで踊るんだけど、観客がいて見せるんじゃなくて、お空にいる神様、仏様に向かって踊ってるわけでしょ。っていうああいう感じね。それで最初に星のシリーズって考えた時も、最初に書いたのはシリウスの曲なんだけど、シリウスって 8. 何光年かこの辺りにでしょ。ということは今光ってる光って8年ぐらい前にピカって光って、そのまま誰にも聞かれないまま8年間ずっとこう漆黒の宇宙飛んでやっとここたどり着いてるわけで、で星の中にはもっと何十光年遠いとか何十年とか何百年とか彼方で光っててっていうのがあるでしょ。あれ別に誰かに俺光ってるぞって見せようと思って光ってんじゃなくて、偶然光ったものを偶然私が見てるに過ぎないという距離感だなと。それはだからね、そんだけひねくれたってことだね。全てなんかみたいにね、死んで何十年間も聞かれないまま未完成なんか
棚の中にあったと思う。ああいうの実感として非常に共感するんだよね。だからあれも何のコンサートで何のために演奏するって書いてるわけじゃないでしょ。なんか自分がとにかく一番優れた音楽、今書ける一番優れたものを書きたいと思って書いて、でその結果どうなるかって考えてもいいんじゃないかな。だから多分最終的にはその昔の人はねオペラなんですよ。だからシューベルトもベートーベンもこれで成功して交響曲で成功して君なかなか才能あるんじゃないかって言われたらオペラを書いてオペラが当たれば大金持ちになれた。今言うとハリウッド映画で成功するみたいなね。だから交響曲っていうのは聴衆あんまり想定してない。でやっぱりそれでうまくいったら最終的にオペラを書いて金持ちになるというのはまあ理想だったんだろうけど、多分ベートーベンとかチャイコフスキーとかシューベルトもみんな失敗してるでしょ。だからなんか交響曲だけ書いて自音楽が素晴らしいんだって言ってるように思うけど、本当はオペラで成功したかったのにできなかったっていうわけですよ。だからそういう死死類類がねクラシック音楽の中にいっぱいあって、でそれに共感したからあんまり良くないね。本当はだからオペラで成功してお金持ちって言って作曲を始めるのが正しいんでしょうね多分ね。だからロッシーニとかヴェルディとかあの辺は理想だよね。多分ベートーベンでも何でも理想なんじゃないですか、ああいう生き方。先生が作曲家として幸せを感じる時ってどんな時なんですか？作品が子供のようだって比喩的に言うけど比喩じゃなくて本当にね、僕は全然その家族も子供もいないから逆に今回みたいにその30歳代ぐらいに書いたシンフォニーね30代ぐらいの指揮者が演奏してくれたりとか今も20代30代の若い人がやってくれるっていうのは本当に子供が大学に入ったとか就職したとかそういう距離感なんですよね。当人じゃない距離感はあるんですよ。自分のことじゃないでしょ。で子供のことだから。面白い。でも嬉しいは嬉しい。だけど自分とはちょっと違ったところにあるっていう距離感はあるんですよね。本当に作品を生み出したらもう別人格になるんですね。別人格。だから本当に子供と同じね、いや子供は絶対東大に行かせて高級官僚にと思っても子供は作曲家になろうと言い出したりとかするわけじゃない。だからそれと同じで曲書いた時はこういう思いで書いたんですよとかこういう気持ちで生んだんですよって言えるけど多分子供はそうはなんないわけでしょ。だからこうやって書いた曲もこっちはこう思って書いたって喋ってもあんまり意味ないのかなって逆に思いますよね。だって突然親父が出てきて「お前を産んだ時はね」とかって話されてもそんなこと言われてもさと思うでしょ。だからそれと同じ感じ距離感ですよね。分身ではあるんだけどやっぱ別人格でしょ。いやでもみんなそう思ってるとは限らないよいかがでしたか？今日の動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンを押してください。来週は吉松隆さんの音楽に魅せられたこちらの総勢10名のスペシャルなアーティストたちにお好きな吉松隆作品についてお話しいただくとともにその曲について吉松隆さん本人が語ってくださるというこちらも超贅沢な動画をお届けする予定です。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに作曲家の紹介、音楽史の解説、楽団演奏家の紹介や楽曲の解説などクラシック音楽を楽しむ入り口になるような動画を毎週金曜日の夜8時に公開しています。ぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラビー！